音楽は思い出とともにあります。あの時勇気をくれたあの曲、癒しをくれたこの曲。この番組ではゲストの皆さんの思い出のノートに刻まれた一曲を当時のエピソードとともにご紹介いただきます。今回の思い出の音はこちらの方の一曲です。だから僕は笑ってほしいんだ。だから君と生きていたいんだ。かけがえのない人よ。僕は君を守り続けたい。君がそこにいてくれることが、ただその小さな奇跡が何よりも温かい。だから僕は強くなりたい。私もですね、2014年当時平野真一理事長のもと少年の翼の委員長の職を仰せつかりました。その際に子どもたち、そしてリーダーと呼ばれる18歳から25歳の子どもたちとともにニュージーランドホクストンの方にホームステイをする事業を担当の委員長をさせていただきました。その際にリーダーと呼ばれる方々が選んだのがこの「笑顔」という曲です。ニュージーランドのホクストン現地でホームステイ先のホストファミリーの方々と一緒にその歌を歌っている、日本語がわからない日本の歌にもかかわらずその気持ちが届いている、そういったホクストンの方々との一体感のある光景っていうのはものすごく今でも鮮明に覚えております。なぜか勇気が湧くんだ。花が散って咲くように何度も幸せを繰り返せたなら、そうやって生きてゆこう。だから僕は強くなりたい。授業に参加している約50人弱の子どもたちが常に笑顔でいられたのはこのテーマ曲があったからこそであり、彼らの頑張りがその「笑顔」っていう曲にも反映されていたのかなと思っております。ものすごいプレッシャーを感じましたし、責任の重い式の理事長の職をお預かりしたと思っています。紆余曲折ある1年でございましたけれども、この歌を聴くことによってどんなに辛いことがあってもメンバーの前では常に笑顔でいようと、辛い顔は見せないようにしようと、そういった気持ちでこの1年間やらせていただきました。抱えきれる寂しさの中で、もしも君が一人でいるのなら、バカみたいにがむしゃらに僕はずっと手を伸ばしたいんだ。分かり合うことは難しいけど、分かち合うことは僕にもできる。ただ隣にいるから、いつも君のそばにいるから。私もこの青年会議所活動の10年以上やらせていただいて、やはりどの活動も印象的には残っていますけれども、強いて挙げるならば青少年健全育成事業における子どもたちの参加して成長していくその時の笑顔がやはり一番心に残っておりますし、笑顔という曲も合わせて子どもたちのその笑顔は10年分残ってますね、心に。いつかちょっと悲しいこともある。いつかちょっと嬉しいこともある。でも全部笑えたらいい。全部抱え生きてゆけたらいい。全てがまた変わってしまっても何度でも花を咲かせよう。幸せになれるように君と共に歩いてゆけるように。笑いながら泣くような日々を、泣きながら笑うような日々を、そうやって生きてゆこう。だから僕は強くなりたい。そうですね、私も家に帰ればですね、双子の父でございますので、その双子の娘に対しては、
成人するまでは常に笑顔で生きていっていただきたいなと思ってますので、私自身もですねこの「笑顔」という曲を大切にしつつ、常に辛い時は笑顔を忘れずにですね、しっかりと地に足つけて、歩んでいきたいなと思っております。思い出の音、次回もどうぞお楽しみに。